どうも、あつしです。今回は投げる前の基本的な動き方について解説をします。それでは早速始めます。投げる前の動き方について基本的な考え方っていうのを説明していきます。初心者の人にあることで、打ち込みとか投げ込みとか、移動打ち込みの時には、打ち込みは止まって技を練習している。移動打ち込みだと押してか引いてかっていうこの前後の動きで練習をしていると思うんですけども、いざランドリーになると組んでからそういう動きでない動きをやる。ランドリーなのでどういうふうに動いても問題ないんですけど、投げる前の動きを練習してないけどランドリーになったら好きに動いて技をかけようとしているっていうことがよく見られる。その動き自体を投げ技につなげるようにするためにはどうしたらいいかっていうところについて説明をしていきますと。技をかけるのに、例えば背負い投げだと引くとか下がるとかして相手を前に出すっていうのが一つの動き。自分が下がる、引く。あとは押す。自分が前に出て相手を押して技に入る。この基本的な動きっていうのが、前後の動きっていうのが移動打ち込みであるよっていう話をしたんですけど、それ以外にあんまりないかもしれないんだけど、横に動く動き方、左右にこちら側に動いたりとか、こういうふうに動いたりとか、頻繁にずっとその動きが続くっていうことはないかもしれないんだけども、左右に動く動き方と、あとは回るとか、回すとかっていうような動きがあるの。ランドリーとかも相手と組み合ったら、相手を引くために下がるのか、押すために前に出るのか、技をかける前にそういう動きがあるはずなので、そういう動きを意識していただけると無駄な動きをしなくていいっていうんですかね。初心者で見られるよくわからないけどいろいろ動いてる。もちろん技をかける時のタイミングを測ろうとしているかもしれないんだけど、その動き自体がじゃあ直接自分の投げ技につながってるかって言われると、なかなかそういうわけではないと思うので、この前後の動きをじゃあそのランドリーの中でどういうふうに取り入れるかっていうところをちょっと考えてもらえるといいかなと。なのでこのまず動き方っていうか、基本的には下がるとか押すで回すとか回るっていうような動きがあるっていうこと。でこの動きを自分が主体になると今みたいな押すとか引くとか回すっていう動きになるんだけども、相手ももちろんそうやって押したり引いたりしてくると。だから相手が押してきたらそのまま下がるんじゃなくて、その時に引き出すと。そうすると相手の力を使うことができるので、これがまず1個目の動き。相手が押してきたら自分が引き出して技に入る。押したら引く。で今度逆に相手が引いてきたらこっちが押す。相手が引いてきたら押して技に入るっていうのが、これが2つ目。あとは押したら回すっていうんですかね。いなしたりとかいう風な動き。相手が押してきたら回る。で逆に相手が引いてきても回ると。引いてきたら回るっていうような動きが加わると、自分が主体だけの動きだけじゃなくて、相手の動きに対してただただ下げられると崩されて投げられちゃうんだけども、相手の動きに対して自分が先に引き出すような感じの動きにすると、相手の力も伝えることができる。引くのもそうだし、相手が押すのに対して回すと。そうすると相手を回すことができるので、これも投げ技につなげることができるっていう、この押したり引いたりとか回したりっていう動きっていうのを意識しながら動いていただけると、ただただ組んで回るとか動くのじゃなくて、もちろん自分から仕掛けるために押したりとか回そうとかするっていう動きをするんだけども、相手の動きに対して回したりとか引いたりとかすることができると、より技につなげることができるので、動きっていうのを意識してもらいながら、もちろん打ち込みをする時にも技をかける時には相手に引き出して技に入る時、押してさらに引き出す時っていうのは少し力の入れ方が変わってくるかと思うので、そういうところを意識すると。さっきのこの押してきて回るのと、あと自分から回って動くっていう動き方があると思うんだけども、回る動きで気をつけないといけないことが、特に相四つだと相手の引き手の方に回ってしまうと、相手の技が入りやすくなってしまう。ここから自分が回って技をかけようとしてるんだけども、引き手の方に回ってしまうと
相手が引き出す動きを手伝ってしまうことになるので、回る時には特に相四つ、あんまり相手の引き手の方向にこうやって回ってしまうと相手の技をかけやすくしてしまうことがあるので、自分が技を入る時にはもちろん回すことがあるかもしれないんだけど、相手の引き手の方向に回ってしまうと相手の技がかかりやすくなってしまうので、その辺のところは注意していただけるといいかなと思います。押したり引いたりする動きに対して引き出して相手を前に出すのか、相手が前に出てきたところを引き出すのか、押すのも相手を押すのか、相手が引き出したところを押すのかっていうところで若干力の使い方が変わってくるので、こういう押す引くっていう単純な動きから相手の力を利用するためにさらに引き出すとかっていうことを考えていただけるといいかなと思いますので、そういうところも気をつけて練習してみてください。じゃあ今日はこの押すとか引くっていう動きについて少し説明をしましたけども、何も考えずにただ技をかけるっていうだけで動く、初心者の時にはあるのはしょうがないと思うんだけども、そういうことから少しずつこの動きに関して前に出るとか下がる、押す引くっていう動きをいかに技につなげることができる動きにするかっていうところで、今みたいに引き出すのか押して引くのかみたいなところで、あとは回すっていうところを意識してもらえると、うまく投げ技につなげることができるかと思います。こういう基本的な動きの考え方っていうのもぜひ参考にしていただければなと思います。で、今回は投げる前の基本的な動き方について解説をしました。今回の動画が参考になったという方はチャンネル登録、高評価、コメントなどしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。ありがとうございました。どうも、あつしです。初心者の人にあることで引き出して技に入る、動くっていうのだけな、動くのじゃなくて、相手が引き出す左右にこちら側に動いたりとか、こういうふうに動いたりとか、あんまりなんていうの、相手の動きに対して自分が相手の動きに対して。動画を最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。それでは次の動画で会いましょう。